皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋大図で指しました対局の解説編になります。戦型はですね、角換わり腰掛け銀の将棋になったんですけれども、一手一手のね、意味が非常に難しい、序中盤だったのでね、そちらの方、ゆっくりとね、解説していきたいと思いますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、解説の方を始めていきたいと思います。今回ね、私が後手番でしたので、先後ね、局面の方、盤面の方反転してあります。相手の方の7六歩でスタートしました。3四歩に2六歩と。こういう居飛車のね、形をイメージしてこられましたね。で、私も8四歩で、ちょっと振り飛車の将棋がね、続いてたようなところもあったのでね、振り飛車将棋が多かったところもあったので、少しね、こう居飛車系の横歩取りを狙ってみたんですけれどもね、相手の方がこう、ここで7八金と上がって、3二金に2四歩という将棋になれば横歩取りなんですが、2二角成とね、角を交換してきました。これでね、角交換型の形になりましたね。はい。ただですね、普通の角換わりというか、角換わり腰掛け銀の形になるんですけど、こう、相手の方からね、角を交換したことで、先後が入れ替わる形になりました。ね、これね、ちょっと強い方というかね、将棋の定石に詳しい方ですとね、角をこう自分の方から交換すると、相手にね、手順にこう上がられるんでね、先後がね、一手損するんですよね。はい。こう先手番における一手損角換わりみたいな感じですね、本局ね。で、先手番の一手損角換わりということは、イコールこう先後が入れ替わるということですね。はい。これ2二銀なんで、こう分かりやすくね、これ先後同型で、私の方が今度手番になってるんで、本局私の後手番でスタートしたんですけれども、相手の方がこう横歩取りを避けてね、角を交換してきたことで、先後が入れ替わって、私の先手番の角換わりのね、角交換の将棋になったということです。はい。で、7七銀。これは8六歩をね、すみません、先後逆の2四歩ですか。2四歩を防いで銀でね、お互いこう受けると。この辺はね、定石ですね。銀でしっかりね、飛車先を受けとくと。で、金も上がって、これもね、銀の補佐で受けるということで、で、7二銀。角換わりの将棋、どんな戦型でもそうなんですけれどもね、この銀のね、まず、攻めの銀ですね。攻めの銀をどう使うかっていうのがね、一つ、大きなポイントになりますね。一つが2七銀。この場合、先手私側で見るとね、8三銀なんですけど、2七銀から2六銀と出てくような棒銀ですね。棒銀が出てくような棒銀もあれば、本局に見えるね、本局でやったような腰掛銀ですね。4六歩から4七銀、6四歩から6三銀ですか。腰掛銀。あるいは7四歩から7三銀という早繰り銀とね、銀がこう3種類出てくるような場所がありましてね、どれも有力なので、角交換、角換わりをね、居飛車党の方でやられる方は、棒銀か早繰り銀か腰掛銀のね、どれか、得意戦法をね、自分の好きな形を持っておくと、指すときに、こう、一つのね、指針になっていいんではないかなと思います。本局はね、6四歩からこう、ね、6三銀でね、こう、腰掛銀を目指しました。で、相手の方がね、こう、3六歩とついてるのでね、こう、3七銀って上がると、早繰り銀の形になりますね。これも当然ながら、相手の方も同じ理屈は言えますね。こう、銀がね、棒銀出てくこともあれば、この時に3七銀と上がってね、縦に出て、早繰り銀もあれば、本局に見られるようにね、結局、こう、腰掛銀の形にね、銀を6三に、4七に上がったのでね、腰掛銀の形になることもあるということで、一つね、やっぱり銀の位置ですよね。序盤はぜひね、ちょっと難しい、言っていて難しいという方でも、攻めの銀がね、どこに行くかっていうのはとっても大切なことなので、その辺を見てね、指す。あるいは自分の攻めの銀をどこに持っていくかっていうのはとってもね、こう、自分の陣形を構築する上で大事なのでね、その辺をテーマにさせるといいと思います。で、この辺はね、お互いに銀形をね、使う形なんですよね。こう2九飛車とね、私の8一飛車っていうのは、これ最近すごく流行してる形で、10年前、10年前ですかね、私がそれこそ子供の時とかね、修行をしてた時はこれは大体5二に金がね、5八と5二にこう金上がるものが多かったんですね、飛車も引かないでね。ここ数年ですごくね、この飛車を1段目に引いて、金をお互いにこう縦にまっすぐ上がるっていう形がね、すごく流行しましたね。この作戦の大きな意図としましてはね、攻守のバランスがいいということですよね。はい。金をこちらに5八に5二にね上がりたいんですけど、これ飛車を引いてからこちらに上がるとね、ここの地点、飛車と桂の間、ここの地点にね角打つ手があるんですよ。ね、金上がると角にここ狭そうなんですけど、ここに角打つ手があるので、金をまっすぐ上がることでね、こう角の打ち込みの傷受けしながら、飛車がこちら側にねスーッと通ってるんですよね。スーッと。場合によってはね、飛車を、本局も出てくるんですけど、中央とか、6筋方面に、4筋方面ですか、5筋、4筋ね。この場合、先後逆なのでそうなるんですけど、飛車を転戦しやすいという利点があります。はい。
で、端をついてね。どうなんですよ。ここからですよね。難しいのは。まあ相手の方も銀が出れば、まあすごく程度損得なしなんですけど、ここからね、5八玉と寄って、王様引いて6八玉とね、なんかもう同じことやってるじゃないかと、同じことやってるんですよ。そう。これがね、まあ角換わり戦特有のね、まあ難しいね。この辺がまあ、アマチュアの、まあ、初級者の方にはすごく分かりづらいですよね。なんで銀が出ていかないんだね。同じことやってるんだと思われると思うんですけど、まあ、端的に言うとこう待機して無理攻めを誘うというかね、相手の陣形の崩れを待つというかね、まあ、この本局に関してまあよりややこしくなっているのがもともとね先後が私の後手番なんですよ。なので相手の方がね、まあ、先手になっているので、まあ、先手番で待機しちゃうとね、私の方が例えば望んで待機しちゃうと待機対待機になってこう千にしてなっちゃうんで、まあ、本局において言うと先後が逆になってるので、まあ、この待機策がね、まあ必ずしもいいかどうかって難しいところですね。待機に対して私が待機しちゃうとこうね、もう千にしてになって先後入れ替わるってことを考えると、まあ先手番台の方は今回この形用いてるんでね、まあ微妙なんですが、まあそれをね、まあ全然考え方を変えてですね、まあもうこの本局最初の方に言ったように、相手の方が角交換したことで私が先手番になってる形なんですね。なので、まあこれよくあるプロの公式戦ですとね、これ私が先手番でこういう形を迎えるわけですね。で、私の先手番でこういう形を迎えた時に、この待機策が有力になるんですね。ちょっとどうですかね、分かりづらい理屈になるんですけど、伝えできてますかね。要するに私が先手番ですと千にしてはやりたくないんですね。で後手番でこの形をやればもう待機してて、もし先手が動いてこなければ千日手になって、まあ、こう前後が入れ替わってね、自分が先手になって指せるからいいし、まあ、仮にじゃあ待機してきたところで、まあ、先手が攻めてきたらそれが無理筋であれば、自分が優勢になると。まあすごい高等戦術なんですけどね。はい。もちろんこれあれですよ、銀で攻め合うような将棋もたくさんあるので、まあこういう指し方しかないわけじゃないんですけど、こう待機して、まあこうね、まあ出たり、こう出たり下がったりするわけですね。こうね、寄ったり上がったりね。まあ例えばですけど、まあ分かりやすいこと言うと、この場面で、まあ銀が仮に出ましてね、まあ5四銀と出まして、8八玉と上がって、まあ攻めることもできるんですけど、待機することでね、こう6六と突かせるわけですよ。で、6六と突かせると、例えばここで6五歩とね、歩がぶつかるわけですね。この前の場面。この場面でじゃあ例えば5四銀と出ました。で、まあ私は仮に7九玉と引きましたってなった時に、6六がついてないんでね、結構逆に攻めにくいみたいなね。こう6六がついてあると6五歩とぶつかるんですが、こう待機してね、こうわざとこう相手に刺させて、例えばこの時に6五歩と攻める手もあるんですね。まあ将棋の難しいところなんですけど、手を得するんですけど、こう得して例えば6六歩って手が得してさせてるんですけど、その得した手の部分を6五歩とね、もうぶつけて攻めることができるっていう、まあもう私も喋っていてこううまく伝わってるかまあわからないんですけど、こう刺させることでこう自分の方のね、まあ攻めを見出したりとか、あるいは待機し続けて、まあ本局がこう5二玉だったんで待機してね、こう千日手になってもいいよっていうね、まあこうやっぱりこうで攻める方もうまく攻めないと、まあ、無理攻めになってしまうこともあるので、まあ、そういうなんて言うんですかね、まあ受けに自信があったりとか、まあ、ある程度こう、まあ、気楽な考え方でもあるんですよね。こうね、相手に合わせにねさせる。まあ、今後によくでは6五歩もねすごく有力な手なんですけどね。はい。でここですよね。まあこうひたすら相手の方がこう、まあここで攻めてくるとまあ違う将棋になるんですけど、まあこう5二玉でまた待機してきたんでね、これ待機がずっと続きそうな雰囲気なんですよね。でここでどうするかで、まあ例えば正々堂々とこう4五桂とか4五銀とか攻めていく手がまあ一つ考えられます。それ当然普通ですね。こちら私の方はこうね、王様もこの前の場面、相手の方が待機をし始めたこの場面ですね。こう待機し始めた場面から、まあこう王様囲えましたから、この時にもどんどん攻めるっていうのがまず一つので、まあ、もう一つがねこう待機しているので私の方もねちょっとずつ陣形を良くしていくということですね。まあ、それが本局の指し方になります。まあ、銀をねこう下がって、まあ、相手の方はこう待機なんですがこう中央をついてね、はい。でまあ待機ですよね。相手の方待機で飛車を回ると。こう駒がねここで下がっちゃうんで、まあこう攻めをね諦めたようにも見えるんですけど、これはね速攻する手を諦めたっていうかね、すぐに攻めないよってだけで、まあこうね飛車を回って5筋の銀をね追っ払ったわけですね。でこうなってね、まあすごく
まあ、後手の陣形は変わってません。後手というか、まあ、相手の方のね、まあ、この場合、まあ、前後逆なんで、ちょっと先手、前後逆なんですけど、まあ、相手の方の形は変わってないんですが、私の方の形は、このね、5筋の歩をね、もう引っ込ませたことで、銀を引っ込んで伸ばしていったことで、このね、飛車銀歩の形が変わったんですね。うん。で、玉は下がった時に4五銀と。こうね、飛車銀がこう使いやすくなりましたよね。5七 F がいるとどうしても、攻めにくいんですけどね。はい。これが狙いの指し方でした。まあ、もう一度ね、ご説明しますと、まあ、ここで速攻する手も、まあ、どんどん攻めていく手もありますが、まあ、6七銀と引いてね、5筋の歩を伸ばすことで、まあ、少しずつポイントを稼いで形を、ね、作ったということです。はい。で、次に5四歩から仕掛けていく手があるのでね、相手の方は5一飛車とね、まあ、おそらく相手の方はね、こう、守りが得意な方というかね、守りに力を発揮される方だと思うんですね。じっくりこう対応してね。で、やっぱりこう、相手がこう、なんていうんですかね、まあ正しい表現が難しいんですけど、こう低姿勢でね、受けてるところに、まあ強引に攻めていくとね、やっぱりちょっと無理になることが多いですよね。まあ相手の方がこう低い陣形でこうね、受けてるんでね。なので、まあ角を投入して、まあこう、攻めにね、厚みを持たせていきました。まあ、次に5四歩とついてね、この金、浮いた6二の金を狙っているので、まあ、相手の方はね、7二金と避けたんですが、3五歩と同角とね、こう一歩持ってね、まあ、歩が手に入ると、こう、攻めの幅がね、非常に広がるのでね、まあ、ここは分岐点だったと思います。実際はこう攻め合いを、相手の方は目指してこられました。まあ、3四歩と打ってね、ゆっくりさせてもあったと思います。3四歩と打たれると、まあ、3四歩にさすがにね、すぐに行くわけにいかないので、まあ、2六角と下がるような感じになるんですけどね。例えば、まあ、3四歩、2六角に、まあ、それでまあ6五歩とかね、一回この歩を打っとく手もあったと思いますね。まあ、本局7五歩なんですけど、ここのね、拠点大きいんですよね。この、まあ、本局では7筋ですか。この玉頭の拠点になるのでね、この歩を打てたのはそこそこ大きかったとは思います。まあ、この時点でまあ繰り返し何ですか1回歩を打ってね、追っ払ってから、まあ、7五歩あるいは6五歩でね、攻めていく手もあったと思います。で、歩を押さえてね。まあ、ただあれですよ、歩を打たない、こう、7六歩と打たないメリットとしては、持ち歩をね、一歩持ってるっていうね、ところはメリットですね。はい。で、取りまして、6五歩。まあ、これね、攻めの狙いとしては、こう、このね、4八金型の弱点なんですけど、こう、王様のね、こう、ラインにこう入ってるんですよ。これ現状はこう、なんか全然見えないんですけど、例えばこれ同歩で取ると、今ね、ここに打たなかった歩を使って、例えば7六歩と、3四歩と打ちましてね、例えばまあ、一番うまくいった例ですと、こう、同歩と取って3四歩に同銀で取ると、今歩のいるところにね、角を打たれて、王手金取りと。うん。という攻めがあります。これね、やっぱ玉の小瓶っていうのは、まあ、角を持たれてる時はより気をつけないといけないですね。まあ、取ると同桂もありますしね、いずれにしろこう攻めに勢いを与えるので、私の方は1五歩と攻め合いました。うん。で、これのね、辺はね、攻めに勢いをね、つけた手ですね。すぐまあここで2四歩、すいません、2四歩と同角って手もあるんですが、もう先にね、あやをつけて、まあ、これで例えば6六歩ですね。1五香から1二歩成が早い手なのでね、ここは相手の方も同香。まあ、同桂ですとやっぱね、系統が弱点になるので同香なんですが、それで2四歩同角とね、一歩持ちましてね。で、2三歩に低く下がると。で、8六歩、同歩、6六歩とね、相手の方もこうね、どんどん攻めてきて、やはりこうね、皆さんちょっとなんとなくこうもわっとね、ぼやっとこう両取りの筋をね、見えると思うんですね。やっぱ気をつけないといけないですね。例えばこれ同銀って取りますと、6か、一例ですけどね、6六、まあ、4四同銀で取ると4五歩と打たれて、3三銀なら3四歩と打たれて、同銀に4四角という手があります。なのでね、こう気をつけないといけないです。で、ここがね、分岐点でしたね、私の方もね。まあ、2五桂と飛ぶと、まあスピードが速くて、まあ、よりね、遊び系も使えるんですが、まあ、1二歩とね、これは結構欲張った手ですよね。まあ、桂馬で攻めていくと相手に桂馬を渡すのでね、まあ、歩を打つことで、歩で全部取っちゃおうってね、まあ、極端なこと言うと歩で全部取っちゃおうよってことなんで、まあ、もちろん歩で全部取れちゃえばいいんですけど、こう、やっぱスピード感がね、まあ、王様ここにいるんで、まあ、慣れて、桂馬まで取れれば王手なんですけど、それまでに時間かかるんでね、まあ、皆さんも経験あると思うんですけどね、私もあるんですけど、こう垂らした歩が慣れないで終わるってことはよくあることなんでね、こういう手はちょっとね、気をつけないといけないんですけど、この場合は、もう攻めというよりも垂らしてね、もうあと1手2手ですね。1手2手の間に、こう2手の間に私のね、王様がどれぐらいね、攻められるかっていうのを考えるってことですよね。現状、まあ、飛車がね、5一にいるのが、まあ、一つ、まあ、安心材料で、まあ、飛車が例えば7、ね、こっち2九、ね、まあ、すいません、5九のが安心材料で、2九とかにいれば、こう、縦にいて怖いんですけどね。まあ、もちろん角持ってて、ここに歩が立てて怖いんですが、まあ、2手の間にね、攻めてこられる手がなければね、
歩で全部取れるわけですから、もうすごくいいわけですね。で、相手の方は、当然これね、8八玉と上がれば、9九歩成防げるんですけど、8八玉って上がらしたいんですね、私の方としてはね。これ今この状態で、すぐ桂馬飛ぶ手あるんですけど、仮に例えば9八歩に8八玉って上がってくれると、そこで9九歩成って成り捨てまして、同玉で取られてね、なんだ一歩取られちゃったじゃないかと思われるかもしれないんですが、それで2五桂って8五桂で飛ぶと、この状態でね、8五桂で飛ぶよりすごく得するんですね。もう一歩こう相手に取られるんですけど、この王様がこう隅っこのこの王様ここに来るわけですからね、ものすごい得するんで、こう9八歩に王様上がるとね、歩成りは防げるんですけど、その分王様はもう危険地帯にね、一歩でおびき出せるということですね。で8八角というのも苦しいですね。角打てば歩成り受けるんですけど、こう止まってますからね、飛車がここに効いててね、角打ってくれたらそこでも2五8五桂でね、ものすごく得するので、防げないんですね。防げない。で、攻めてこられたということですね。ここ難しいですね。6七4七角4三角という手もありました。4三角と打たれたら4二歩と受ける形ですかね。これ気をつけないといけないのは、角の打ち込みに対して取っちゃうとね、同歩成ってね、歩が進軍してもあっという間に崩壊しちゃうので、仮に4三角なら4二歩と受けてね、受けるのがいいと思います。相手の方は歩を成ってね、この辺ね、もう手筋ですよね。こう、乱して、この歩もね、手筋です。こう、手筋連発ですね。ここね、歩の攻めっていうのは、歩はね、これができるのがいいですよね。他の駒ですと、もったいなくてこう捨てれないですけど、歩だったらこういっぱい打ってね、取られても歩ですから。で、この7四歩は、8五桂と飛んでね、なんかお手伝いに見えるんですけど、8五桂と飛ぶと7三歩成となってきて、同金に、こう、今金のいるところにね、角打たれるとね、しびれちゃいますね。手順で言えば8五桂、7三歩成、同金には6二角と打ってね、角も垂れてるんでね。はい。で、同銀とね、対応して。怖いですね。言いなりなんですけどね。言いなりですけど、言いなりさえ、こう、なんていうんですか、言いなりになってても、相手の手が続かなければ、歩で全部取れるんでね。繰り返しなんですけど、こう、歩になって、歩でボロボロ取れるんで、辛抱しがいがある局面ですね。ちょっと悔しい。全部言いなりで悔しいんですが、後の楽しみのために我慢するということですね。はい。で、この叩かれて同銀。ただね、ちょっとね、こう、歩をいっぱい使ってきて、ようやくこう、玉切れ気味ですよね。相手の方もうあと一歩ですからね。で、金をね、使って。これしょうがないですよね。やっぱ将棋ね、こう、気持ち悪いですけど、冷静に見るとやっぱ角だけなんでね、先ほど見たように飛車も働いてないですから、こう、攻めにね、厚みを持たせるためにやはり銀をね、使わないといけないということで。で、こういう攻めに厚みを持たせてきた手が出た時はもう対応してもしょうがないですね。例えばこれね、銀が出てきたからじゃあ今全部対応してたんで、これまたこう歩を打って対応しようかなんてやってると、例えば4五歩とつ同銀同銀同桂とかね、ますますこう駒がどんどん前に出てきちゃうんで、こう銀とかもう重い駒でこうね、力をためるような手が来た場合はもう受けるよりは攻め合いですね。もう待望の9九歩成で、はい。で、相手の方は飛車使ってね、飛車と銀を使ってね、この2手がでも必要だったのが相手の方としては辛かったですかね。この2手で、9九歩成から8九とかね、もう待望の王手がかかりましたから、これで優勢になりましたかね。この2手が間に合うか間に合わないかが本局においては一番の、テーマだったので、この2手がね、現状飛車と銀を使われましたけど、そこまで大きなダメージをもう受ける前にこの2手が回ったんで、優勢になりました。ここはね、6九玉とね、逃げる手もあったと思うんですけど、6九玉とですとね、例えば5六歩とか、4五桂とかで、王様逃げる手もあったと思うんですけど、香取られてもちょっと辛いと見ましたかね。本家は同玉は受けの勝負手なんですけどね、香車を取りましてね。やはりね、もう苦しい、辛い、ちょっと怖い思いしただけあって、こう、歩だけでこう、桂香を取れましたよね。歩だけで桂香を取れないとすごくリターンが大きいですよね。で、8八金と馬取りですね。馬を逃げる手もあるんですけれども、この場合ね、こちらの王様確認して、今角持たれてて、もう1枚この角渡して角2枚になっても、バラ大丈夫だなと。ね、角2枚になっても大丈夫だなということで、桂馬をね、飛んで、攻めを継続しました。これね、9七金と取れば7七歩成でね、攻めようってことだったんですけど、7八歩ね、相手の方腰の重い手でしたね、このね、7八歩は。これ9七金ですと7七歩成、7九玉、7六桂という形でね、おそらく一手一手の寄りだったんですが、7八歩と粘ってこられてね、で、私は香車走って、自然の攻めですよね。常に私の自分のね、王様チェックしとかないといけないんですけど、現状ね、ちょっとバラバラで怖いですけど、飛車銀いますけど、この銀がね、まだこの6六の銀がいるので、7五銀で3五銀で出られないんでね、現状大丈夫なんでね、攻めに専念することはできます。で、馬を取って同香成。これで次に8八金までの詰めろで、王様逃げたんですけどね、これで歩を成り捨てて、金を打ってね、
これでこう挟み撃ちの状況ですね。挟み撃ちね。次に8八成香と捨てまして、同玉6八金と寄れば受けがなくなるという形ですね。はい。もちろん次に8七成香も厳しい手です。はい。でまだ銀を引いて受けたんですね。この時にやっぱり角2枚っていうのはね、受けるのに、適してないですよね。やっぱり角ですとね、こう金銀を打って受けるって手がないのでね、角にね銀を引いて、これは苦心の受けなんですが、同金と不自然取りまして、同飛車に桂馬をなって、これで寄り形になりましたかね。上からこう、ね、玉に対して上から金という形はね、寄せの基本です。王様やった時に、この時に銀打つ手もあるんですけど、喜んで銀打ってね、飛車を取るよりは、こうじっとね、もう美味しいものを後に残しといて寄っておくと、こうね、飛車がいた方が受けにくいですよね。こう銀打っちゃうと、王様逃げて、こちらの金銀にね、近づいて受けてくる場合があるので、じっと寄ってね。で、これで、相手の方ね、もう7八金と6八金受けるとしたら、6八金とね、打つしかないんですが、実際ね、7七桂と打ったところでね、投了となりました。これはですね、玉を寄るか、同金と取るかしかないんですが、同金ですとね、7の同金ですと、持ち場に銀を持っているので、6八銀で即詰みです。で、7九玉と逃げても、8八にね、銀を打てば即詰みということで、比較的ね、分かりやすい、即詰みで投了となりました。はい、いかがだったでしょうか。戦型がね、角換わり腰加減ということで、この戦型はですね、私の印象ですと、好き嫌いが結構分かれてる。プロは問わず好き嫌いが、はっきりしてる戦型だと思います。好きな方はね、ものすごく連載して、よく、定跡とかもね、研究されてる方が多いですし、振り飛車党の方とかね、居飛車党でも角換わり腰加減あんまやらないよって方もいると思うのでね、そういう方にはね、ぜひこの角換わり腰加減の指し方、参考にしていただければなと思っております。この番組が良かったな、すいません、良かったなという方はグッドボタンを、良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。